綺麗な人と美しい人。英語ではどちらも beautiful person ですよね。でも日本語では綺麗なトイレとは言いますが、美しいトイレとは言いません。その理由がわかりますか？皆さん、こんにちは、ゆきです。日本の言葉と文化のポッドキャストへようこそ。日本語学校の現役日本語教師の私が外国人の学生がよく迷う綺麗なと美しいの使い方の違いをわかりやすく解説していきます。この違いがわかると、日本人のネイティブのような感覚が少しわかると思います。リスニングやシャドーウィング、イマージョン学習にぜひ使ってくださいね。まず一つ目、綺麗な人、綺麗な部屋。日本は綺麗です。誰かや何かを褒めるときに使う言葉です。さっき綺麗な人と美しい人はどちらも beautiful person と言いました。では、綺麗な部屋や綺麗なトイレはどうですか？綺麗なトイレというとき、それは cleaned の意味です。誰かが汚れをきれいに拭いて、掃除をして、ゴミも捨てて、ゴミがない状態、きれいなを使います。きれいな部屋もそうです。きれいに掃除をした部屋、ゴミがない、物がない、片付いている、tidied up の意味もあります。ですから、会社のトイレはいつもきれいです。というと、デザインが美しいトイレという意味ではありません。それは誰かが使った後にきれいに拭いて掃除をしている。そしてゴミも片付けて、ゴミが落ちていないきれいなトイレということです。皆さん、日本へ旅行したとき、トイレにこんな紙が貼られているのを見たことがある人もいるかもしれません。トイレをきれいに使っていただきありがとうございます。これはトイレをきれいに使ってくれてありがとうという感謝のメッセージだけではありません。裏の意味があります。裏の意味は、次このトイレを使う人が汚れていて汚い、嫌だなぁと思わないように、もしあなたがトイレを汚したら、きれいに拭いて掃除をして、入った時と同じぐらいきれいに掃除してください。汚したら使った人がきれいにしてから出てくださいという注意のメッセージでもあります。日本人らしいダイレクトではない遠回しの注意ですね。あと、さっきも言いましたが、片付いている部屋にもきれいなを使いますから、週末に部屋をきれいに片付けましたという言い方もします。きれいな。はい、二つ目。美しい、美しい。美しいは beautiful。美しいは beautiful の意味。きれいなのように cleaned, tidied up のような意味では使いません。芸術とか大自然の素晴らしい景色を見て、すごい美しいと感動したとき、心が動いたときに使います。例えば、富士山に登って頂上一番上トップまで行きました。頂上から見た景色がとても素晴らしくて感動しました。その時、富士山の頂上から見た景色はとても美しかったですと言います。
あとは美術館で美しい絵を見たとき、美術館で美しい絵を見ましたということもあります。何かを見て心が動いたとき、とても感動したときに美しいを使います。ですから、普通のトイレを美しいトイレというと少し変な感じがします。トイレがきれいは言いますが、トイレが美しいは言いません。はい、少しブレイクタイムです。7月も後半になりましたね。皆さん、夏休みの予定はありますか？私は夏休みがありません。今年の夏も皆さんの日本語学習をサポートするために頑張ります。夏の間にライブ配信もやりたいなぁと考えています。この時間帯なら参加できますという時間帯があれば教えてください。最近本当に暑いですからお水をたくさん飲んで体に気をつけて過ごしてくださいね。では次クイズをします。ブランクに入る言葉はきれい、きれいな、美しい、どちらですか？答えがわかった人はタップしてください。コメントに書いてもいいです。B さんは日本へ旅行しました。A さんが聞きます。日本旅行どうだった？コンビニのトイレがとてもトイレにびっくりしたの？どうですか？答えわかりましたか？簡単でしたね。ヒントはコンビニのトイレです。トイレが芸術的で素晴らしかったのか、それともきれいに掃除されていたのか、どちらでしょう？はい、では今日のまとめです。きれいな cleaned, tidied up な messy、汚れていない、きれいに掃除されている、片付いた、整ったという意味。美しい beautiful, touching。芸術や大自然の景色を見て心が動いた、感動した、とても素晴らしいと言いたいときに使います。綺麗な人、美しい人はどちらも人を褒めるときに使います。皆さん、綺麗なと美しい違いがわかりましたか？よかったら日本語の練習に綺麗な美しいを使って文をコメントに書いてください。皆さんのコメントを読むのをとても楽しみにしています。今日の動画みたいに英語だと同じ意味かなと思うけど、日本語では少しニュアンスが違う言葉を再生リスト、コースにしました。他の言葉も気になる人はぜひこの再生リストやコースをチェックしてくださいね。日本語を使う機会があまりない人もいるかもしれません。たくさん使えば日本語も上手になります。このチャンネルのコメント欄を使ってぜひ日本語をたくさん使ってくださいね。はい、私はそろそろ自分の部屋をきれいに片付けなければなりません。皆さんの部屋はきれいですか？今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。バイバーイ。